このチャンネルではイギリスより世界の料理、お菓子、食周りの情報などをお届けしていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。はい、皆さんお疲れ様です。イギリスにヒートウェーブがやってきました。このいい天気を無駄にするわけにはいきません。ということで、ダービーシャーにあるマットロックという町に行ってきました。目的はアンティークセンターです。その時の様子とお昼ご飯に何を食べたかも後ほど出てきますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、マットロックという場所は地図でいうとど真ん中に値します。ピークディストリクト国立公園という自然の公園の南東部に位置する町になります。普段もともと東京出身の私は地方都市暮らしにブーブー文句を言っているのですが、いいこともあります。特に真ん中辺に位置する地方都市に暮らしていると、いろんな場所にすぐ行くことができます。このマットロックには私の住むノッティンガムから車で50分ぐらい運転すれば着くので、とっても便利な位置にあると思います。11年前に渡英したばかりの頃は、その前に暮らしていた葉山という町が山とか丘が多い土地でしたので、ここに来るとなぜかほっとして月に1回は通っていました。近くに川も流れていて大きな公園があるので、子どもたちはそこでサッカーなどで遊んで、私はアンティークショップに行くというのがいつものパターンです。今日もこのマットロックアンティークセンターに行ってきたので、その時のことを紹介したいと思います。見応えたっぷりのこのアンティークセンター、まず飛び込んできたのが最近ハマっているソーイングの昔の洋服のパターンです。とってもね、素敵な、レトロな感じの洋服のなかなかないデザインのパターンが売っていて、これを自分でアレンジしてもいいんじゃないかなと思いました。あと可愛い昔の針にも目が行きました。あと糸ですね。こういったアンティークの糸って結構貴重なんですね。その他にもボタンとかレース、昔の生地なんかも売っていて、こちらはティータオルです。イギリスではいろんな土地のお土産屋さんに行くと必ず売っているこのティータオル、私も集めていた頃があるのですが、アンティークショップに行くといろんな土地の今売ってないものとかも売っていて、結構眺めるのが楽しいですよ。ここのアンティークセンターは建物の裏側にちょうど川が流れていて、緑もたっぷりで空気がすごく澄んでいます。大きなアンティークセンターにありがちなもっさりとした空気はなくて、埃っぽさもなく、とってもすっきりとした空間で気に入っています。あそこも見ようかな、 JJ's ジャンクチェン。鳥の声がすごいね。めっちゃ可愛い。
かわいい。 To admit that would be quite funny to have as a pet for a while. Wow. さてさて、アンティークセンターも見て、お散歩をしたらすっかりお腹が空きました。そしてお昼は何にしようかと散々迷った挙句、私たちが選んだのはやっぱりこれです。観光地の街にフィッシュ&チップスがないことというこの方が珍しいぐらい、必ずどの場所にもフィッシュ&チップ屋さんはあるのですが、今までいろんなところに遊びに行って食べたフィッシュ&チップスでまずかったことなんて一回もないです。やっぱり天気がいい時に食べるフィッシュ&チップスは最高ですよね。ここでフィッシュ&チップスの豆知識をシェアしたいと思います。このポテトフライの上にかかっている緑のものはマッシーピーズといって豆のすりつぶしたものになります。色はどぎついのですが、お味はマイルドでとっても美味しいです。好みが分かれるところですが、私は大好きです。このイギリス中部のあたりではポテトのフライにこの緑色のマッシーピーズをかける傾向があります。冬になるとマッシーピーズ単体で食べている人もよく見かけます。そしてイギリスの中部の上の方、北の方に向かえば向かうほどグレイビーという茶色いソースをかける傾向が強まります。そしてこの中部から下に南下していくと、南のエリアではケチャップをつける傾向が強くなっていきます。ここでこのお兄さんがジャバジャバとかけてくれているのはモルトビネガーです。それからお塩も頼みました。どのフィッシュ&チップ屋さんに行っても必ず聞かれるので覚えておくといいかもしれません。私はその場で食べるなら断然たっぷりとモルトビネガーとお塩をかけてもらうのをおすすめします。これからいい季節の夏がやってきますので、どんどんこういったロケの動画も増やしていきたいと思っていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。また次の動画でね。バイバイ。